明けましておめでとうございます。おめでとうございます。いやー、明けたということで、いつかちゃん、今年の抱負は？今月エボジャパンがあるので、そこで粘り強さを見せられたらなって思います。粘り強さ、大事だよね。ジュンはどうですか？俺は格ゲーのキャラクターになりたいです。キャラクターになりたい。なりたい。もう誰かが俺を操作して大会勝ち抜いてほしい。なるほど。で、もう勝ちポーズとかさ、いい加減に気づきなとかいう勝ちメッセージ、なんかかっこいい、そういうかっこいいの言いたいんだよね。そういう夢あるんだな。あ、いらっしゃい。いらっしゃいませ。いやー、プロゲーマーの数の子さんと剛一さんじゃないですか。さすがに。さすがに。ということで今夜のゲームはドラゴンボールファイターズです。1人目のお客様は数の子選手。超攻撃的なスタイルで大会に出るたび常に上位にランクインする実力者。昨年のドラゴンボールファイターズワールドツアーファイナルズでは並みいる強豪を抑え世界一に輝きました。2人目は剛一選手。数の子選手とは対照的に防御力に定評のあるプレイヤー。ドラゴンボールファイターズ初の公式大会でチャンピオンとなり、昨年のエボ2019でも優勝。数多くのビッグイベントを制しているトッププレイヤーです。またお二人とも数多くの格ゲーをプレイするマルチゲーマーでもあるんです。お二人ってお互いに相手のことをどういうプレイヤーだなと思ってます？数の子さんってストリートファイター4で世界覇者になってるんですよ。そうなんです。カプコンカップ覇者ですね。やっぱ雲の上の存在じゃないですか。で自分はまだプロになる前だったんですよ。ですけれども、ドラゴンボールファイターズが出て、自分も勝ち始めて、で数の子さんにはだんだんなんかライバル意識が芽生えてきて、数の子さんからしたらどうですか？そうですね、一番最初はストリートファイター5で初めて同じゲームやって有名だったんですよ。ベルブラが強いとか、アクアパッツァが強いっつって、空中でいろんな行動ができる格ゲーでダントツで一番強い人みたいな。自分はその時カプコンゲーム結構やってたんで、違う畑の一番強いやつが乗り込みに来たみたいな。そしたら実際剛一さんがストリートファイター5入ってきて対戦したんですけど、いや本物だなと思って。剛一さんからしたらじゃあ数の子さんは雲の上の存在で、数の子さんからしたら剛一さんって畑嵐だったんだね。でも今2人の話だけでもたくさんのゲームのタイトル出てきたけど、2人ともいろんなゲームをやってることでも有名ですよね。数の子さんなんてギルティギアでも優勝して、でドラゴンボールでも優勝してみたいなことあったじゃないですか。はいはい。そう信じらんないよね。すごいですよ。剛一さんもこのエボリューションのねサイドトーナメントなんか何冠5冠ぐらい。5冠。畑嵐なんですよ。畑嵐なんですよ。凶悪犯じゃん。思い出せます？その5つ。メルティブラッド、とアクアパッツァ、電撃 FC、電撃 FC。僕何やったアンダーナイトインバース。凶悪犯の特徴です。自分がやったこと覚えていない。4、5巻ぐらいしました。はい、4、5。でもマルチゲーマーってどんどん減っていったんですね。全体のレベルが向上することによっていろんなゲームやってたら、その一つの主流のタイトルで勝てなくなるぐらい世界のレベルが上がったんで、でもその中でこの2人はまだマルチで活躍してるっていう印象が自分ありますね。すごいよな。でもその嫌われたりしないですか？その互換とかした時に、いいこと言った。いいこと言った。また来たよみたいな。本職からしたらさって気持ちになるよね。正直負ける方が悪い感はあります。はい。言ってしまえば。どういうこと？争うはこういう風に言うんですよ。全然意味わかんない。教えて。自信あるなら勝てよと。それで文句言うんやったら、いやじゃあ勝てよと。あ、向こうがお前はお前の畑守れよって言うんですか？知らんがなってなるんですよ。知らんがな。続いてお二人の対照的なプレイスタイルの話に。自分なりにこういう技持ってるキャラクターを使いたいみたいなキャラへのこだわりみたいなのがあったりするんですか？いやこだわりは、でもやっぱ攻めるキャラ好きですね。その格ゲーやってる時に俺自分が一番楽しいと思う瞬間やっぱ攻めてる時なんで、やっぱ攻め強いキャラじゃないとその時間味わえないじゃないですか。あんまり確かに楽しいのは守ってる時より攻めてるんですよね。多分こっち違うんですけど、なんか剛一さんって守りの剛一みたいなところありますよね。いやーそうですね。なんか50秒ぐらいずっとガードしてて、しのいでから自分のターンになったらやっばいぐらいのなんか
汁がいっぱい出てくるんですよ。脳の中にね。変な汁が出てきて何最初に50秒ガードしなきゃいけないのきつくない？きつくて手プルプルするんですよ。やばいやばいって思うんですけど、なんかしのいだ瞬間にヒャーってなるんですよ。すごいやばいやつ。やばいやつなんですよ。そんないろんなゲームを経験してきた2人からしてドラゴンボールファイターズの魅力って何ですか1-on-1の試合じゃなくて 3-on-3 の試合なんですよ。チームなんだよね、はい、チーム戦でもう控えにいる選手も助け合ってもうはちゃめちゃがバンバン押し寄せてきてまさにドラゴンボールなんですね。で自分の好きな組み合わせのキャラクターも決めれて、まあ例えばヤムチャ、天津飯、ナッパなんかも組めたりとか、そうかそんなキャラクターで悟空、ご飯、まあ、セルとかを倒すことができたりとか、まあ、そういった面ですごい、まあ、楽しい部分もありますし、原作ファンのニーズにも応えてるわけだね。いろんな話聞いてると、俺らもドラゴンボールファイターズやりたくなってきたね。はい、もうやりたくなった。お二人僕らに教えてもらってもいいですか？もちろんでございます。マスタードラゴンボールある？そうこなくちゃやってみっか。それでは数の子先生、郷一先生の格ゲーレッスンスタートです。最初はキャラクター選びから。こんだけキャラいるとちょっと目移りしちゃうね。そうです。私でもゴテンクスはちょっと好きなんで選ばせてもらって。そうなんだ。ゴテンクス大好きなんです。いいの？ギニューじゃなくていいの？あ、ギニュー今迷ってるんです。ギニューで迷うんだ。全然タイプ違うけど。と思って。結果いつかはゴテンクスにギニュー、そしてクーラを選択。歌広場はトランクス、17号、さらに魔人ブーとそれぞれ好きなキャラを選びトレーニングモードへ。まずは基本的な弱攻撃、中攻撃、強攻撃を教わる2人。するとでこれさ、あ、俺気づいちゃったんだけど、多分ボタン1個押してるだけで。お、早いゲームの理解が。ちなみにその三角ボタンも連打してみてください。三角ボタン、はい、いくぜ。止まります。再現してる。ボタン連打で簡単に連続技が出せます。さらに×ボタンで被弾。そうです。遠距離にいる相手を仕留めることができます。ドラゴンボールファイターズならではのポイント、超ダッシュ。相手との距離を一気に詰めることができます。そしてこのゲーム最大の特徴が一番右の L1、L2 あるんですけれども、L1、L2、はい、今押していただいたら後ろにいる控えが助けてくれます。はいはい。後ろに控えているキャラを一定時間攻撃に参加させることができるんです。うまく攻めていくっていう。これ基本的にはこのアシストを使ってこう一緒に攻撃していくみたいな。そうですね。さらにゲニューには原作同様あの必殺技が。ボディチェンジです。何が起きたの？そうです。これ俺がギリギリになってる。俺がギリギリになってる。いや、困ります。被弾ボタン押してください。そう、読むとすると悟空がこう苦しんでた時のシーンあります。わかります？本当だ。はい。何もできねえじゃん。そうなんですよ。ただただ苦しむっていう。ずるくない？やったー。どうやって戻ればいいのこれ？戻れません。終わってんだけど。あと三角ボタンと丸ボタン同時押しすると、ドラゴンボールさながらの相手の後ろに。相手の背後に一瞬で移動できるため多彩な攻撃が可能になります。だから相手の後ろに回って攻撃が。いや俺が後ろに行こうとしてるのにじゃあもう後ろに。そうなんですよ。もう何が起きてんだか分かんない。わかんないですね。これずっと見てた。いやもう鬼ごっこじゃないんだよ。やらせろよ。後ろに行く必殺技なんだ。違う。てか俺が使ってるはずの17号をなんで俺が選んだんだよ。ギニュー選んだの。基本操作をマスターした2人。それでは対戦モードへゴー。これはマセンコ。なんでだ。いやこれはちょっと。しかもトニーからいいです。それっぽい動きしてるぞ。かなりいい勝負ですね。いいよ。
初心者とは思えない動きで技を繰り出す2人。序盤は両者互角でしたが長押しですね。どっちか回復する回復するので、はいできるだけキャラクター回していきたいです。ああ、三芸だ。よっしゃあダメダメダメいったんじゃないもうできたいですね。おお、ちょっと待って。できるか。はいはい勝つギニューゴテンクスを倒されたいつか。残りはクーラ1体に。ここから反撃なるか。一本の技だったんでね。あそうなんだはい、三本の技じゃないです。かっこよく言ったのに。今かっこよかったのにおあ危ねえほら何が起きてんのやめてくれ。うわ。負けてしまったなこれは。あったはあ大人げないところを見せてしまったなじゅんくんどうでしたか？正直ボタンをガチャガチャやってただけなんですけど画面上ではかっこよかったんですよ、これちょっと初めて触った人がこんなに盛り上がれることないんじゃないですかね面白かった確かに。ちかちゃんどうでしたか？私もう押しまくってちょっと右手がしんどいんですけど。いやそういうゲームじゃねえからこれでもアニメさながらに面白かったです。いやでも言うても僕ら地球人サイヤ人の戦い見たくない見たいです。あそこに2人サイヤ人がいるからちょっと5一さん和信さん2人の戦い見せてもらってもいいですか？もちろんです。はいお願いしますお願いします。お願いします。数の子選手と51選手のエキシビションマッチです。ここからはガチ対戦ということで、数の子 VS51の試合を見ていきたいと思います。まずは意気込みをお二人に聞いていきましょう。結構練習で負けてるんで、ここで1引けたら美味しいと思ってるんで、勝ちたいと思います。それで。ここで1引くぞと。何が面白いか分かんないけど本人は笑っている怖い不敵な笑みだぜゴイさんお願いします。1は引かせません。全宇宙の神か何か分かんないけどすごいことが起きそうだすごい力を感じるぜ。それじゃあ始めてください。お願いします。左側が数の子選手、右側が51選手が選択したキャラクター。魔人ブー、バーダック以外は同じキャラになりました。アシストをうまく使いながら触っていくということですね。一旦距離を取る。お互いにこのアシストが相手のアシストが落ちた状態で攻めるっていうのはすごい重要なゲームになってます。このアシストで相手を動きを固めて攻め込んでいく。味方の援護が超強いんだね、なんで一回アシストが落ちると距離を取って時間をかけるんですが、触りに行ったのは51ドラゴンラッシュ、これを決めていきます。まずは先手そして悟空のカメハメを使いながら当たり前だけど俺たちとコンボが全然違ううまい入れ替わったところバーダックが順風を追い詰めていく。しかもゲージがかなり溜まってるぞ。すごいすごいすごい5ゲージあればすごいことになるぞ。ドラゴンラッシュからまずはジャベリンカメハメハプラスカメハメハ。いやどんだけカメハメハ打つの一気だ。でもそうだよね一瞬で溶けてしまったんだけれどもそうですね、やっぱ画面端に追い詰めるときはかなり苦しい。おっとガードキャンセルからスーパー悟空がこれ超悟空に変えていくのは数の子。そして GT 悟空の小さい悟空にしているのが今51です。悟空同士の戦いだ画面足集団からアシストの GT 悟空のカメハメ2人しかいないんで1回しかアシストはせないんですよ。これね全然違いますよね。1人と2人なるほどね固められる時間が再使用するまでの時間をもう一個のキャラクターで、そうそう時間を稼ぐみたいなのがあるんだね。赤いのが数の子の GT 悟空。急にちんまりとした戦いになってたねこれ体が小さいですね、1おっと素材になって地上で勝っているのは51。しかしここはコンボがミスになっているカメハメから挟んでドラゴンがここで抜けている。裏に回ったところ触っていくのは51。バーダックのアシストを絡めながら中段しゃがみ側できない攻撃を絡めた攻めを展開したんですが数の子もしっかりガードから何秒ガードしているの。おっとついにガードが崩れた。51の連続技が決まる。逆カメハメハってやつですね。いわゆるいわゆるって言われても自分の後ろにカメハメハ出して突進するっていうはあなるほどね逆カメハメハって突進攻撃これを使ってました。今度は数の子がただこれちょっと数の子の GT 悟空の体力ゲージがいや圧倒的にさ大一さんの方が今全員体力多いよねそうなんですよ。でもこっからでもさゲージをフルに使ったコンボとかだと
溶けちゃうんだよね。今一応ポイントになってるのがお互いそのスパーキングを使っていません。でこのスパーキングって1試合に1回しかできない奥義なんですけど、その仲間の人数が減れば減るほど強化されるんですよ。時間が長くなるっていう一人でも一発逆転できるように、なってます。それがまだあるっていうのがちょっとその状況的には5-1有利だと思うんですが、数の子側にもまだ十分逆転の可能性はあるでしょう。守り片目がすごく長いぞ。全部ガードでしのいでいる。うわー来た。超ダッシュに対してしゃがみ C からスパーキング、これを使うと行動が増えるんですよね。しかもゲージもかなり溜まってるゲージが7本全部ある。攻めのスパーキングってやつね。もう倒しきるためにスパーキング使ってきました。驚きました。コンボを展開するためにスパーキングを使って大一が圧倒しています。裏に回ったところコンボをまず決めていく。どれだけ伸びるんだ。もう数の子はこのスーパーサイヤ人悟空しか残っていません。ちょっと触ってコンボに繋がれてしまった。おスパーキングガードしましたが、この状態空中での移動がですねかなり増えるので、このように引っかかってしまった。あっとミスになってか。いやしかしスーラッシュからさらに攻め込んでいく。後ろからあーっていう声がスパーキング中はゲージも溜まりやすくなりますし、まだスパーキング続いている。そしてメテオスマッシュ、あ、知ってる。スーパーブドウでもやった方なのが憧れ伝てるやつだ。統的な技ですね。これが、このドラゴンボールファイターズでも使えると。まだス表パーキング残ってるね。一人だと非常に長いんですね。なるほど。しかしついに切れてしまいました。このバーダックを倒しにかかる数の子ですが、ガードは硬い、非常に硬い。これが5-1有利な状況。おっとだ、これも抜けているのか。どうやって進めばいいんだ。ああ、そして人気悟空がここで登場。時間は減ってきてるぞ。ここでドラゴンラッシュからいわゆるスナップバック、相手を強制的に交代させ体力の少ないバーダックを出しましたが、あーっと割り込んでいる。しかもゲージが7本あるんです。行くのではこれ。ゴーちゃんからのスピリットサイヤンからジャベリン、カメハメハ、そして何が起きたのレベル3の超必殺技 KO。 倒しきっていきました。勝者5-1。おめでとうございます。それでは戦い終えての感想の方を伺っていきたいんですけど、まず5-1さんからお願いします。初めの純粋ブーを落として、このゲームって 3on3 なんで1体落とすことですごい有利になるんですよ。なんですぐに純粋ブーを落とせたので、今回は流れよく勝つことができました。角野さんにも聞いていきましょう。いや全くガード崩せないです。だからそのおじさんガードが硬いから先鋒戦負けるとかなり不利になっちゃうんで、先鋒戦やっぱ負けちゃったのが結構ターニングポイントだったのかなと思います。マスターハメコが注目する勝負の決め手となったポイントを振り返ります。今の試合、注目ポイントは先鋒戦画面端での攻防です。勝負を分けたのは先鋒戦。まずここで5-1選手が先手を取るわけですね。この後のコンボはミスになるんですが、でここで画面端の位置が入れ替わって一気にまず数の子さんが攻め込んでるんだけど、大一さんが一瞬前に歩いたことによって相手を画面端に押し付けてるんですね。数の子選手の魔人ブーが飛んだ瞬間に5-1選手のバーダックが位置を入れ替えています。お見事。これは5-1選手はこれ狙ったんですか。はい、テイクダッシュ見てから前入れにしました。見てからやってんだ。でしかもこの入れ替えプラス画面端を手に入れて、かつゲージもモリモリ溜まっていることで連続技でいわゆる3人の必殺技を使った連続技で倒しきることに成功したんですね。画面端を決めた時にその入れ替えるっていうのも最初から考えてたことなんでしょうか。そうです。僕はいつも考えてやるようにしています。あそこでうまく触れてればその数の子さん側の攻めが決まる。そうですね。ピンチをチャンスに変えたわけか。はい。画面端での一瞬の駆け引きを制した5-1選手の勝利。お二人ともありがとうございました。初心者いつかが格ゲーにチャレンジ。格ゲーレッスン。いよいよ3週間後に迫ったエボジャパン2020に挑戦することを決めたいつか。頑張ろうぜ。日に日にですね成長しているいつかちゃんにより上達を目指していこうというコーナーになってます。今週はドグラ先生にお越しいただいております。よろしくお願いしまお願いす。します。今週の格ゲーレッスンはドグラ先生が登場。
ドグラ先生とは格ゲーレッスン第2回でお世話になった仲。まずはいつかの成長を見ていただきます。可愛いです。リラックスしてください。はい大丈夫です。いつかさん大丈夫です。いつかさん大丈夫やから。ちょっと煽ったな。コンピューターレベル6なんですけど、ストリートファイター5のレベル6って結構強いんですよね。結構強いです。いいりゃ。あーしまった。読みが深い。コンボ決めてくるんですよ。コンボしてくるんや。強いんですよ6は。強いな6からいきなり強くなるんで。あー負けてしまった。しゃがみ大パンチめっちゃ出た印象だね。全てを残して負けてしまいました。あっさり負けてしまったいつか。ドグラ先生はどんなレッスンをしてくれるのでしょう。僕もザンギエフ使ってお動かしながら実際に画面狭めのトレモをやろうかなと思います。体がでかいからね。はい、ザンギエフ同キャラで。これザンギエフこれキャラ選択した時なんて言ってるか知ってます？あ、サイクロン？お正解。あ僕これずっと最強って言ってると思ってたんですよ。押してみてください。余談はその辺にして、そろそろレッスンよろしくお願いします。いつかちゃんね、はい攻撃当たってるんですけど、はいその必殺技まで結構つなげれてないなっていうのが目立ったんで、いつかの打撃は単発が多く、相手にプレッシャーを十分与えられていないというドグラ先生の指摘。例えば小技こういうのが当たると、はい一応これダブルラリアットまではい。つなげれば連続技になるほおー。という。 3ヒットあになってますね。はいちょんちょん。あどうぞどうぞ間違えたはい、はい。これがねできると、はいその相手に近寄って、相手がこの投げ技を嫌がった時の、はい逆もう一個のじゃんけんではい打撃っていうのができるんですけど、これだけだとダウンも取れないし、はいダメージ低いんですけど、これやるとそうダウンも取れるしダメージも高い。あーなるほど。はい、しっかりコンボを決めていけば、打撃と投げの2択に持ち込みやすくなります。これができると最後まで使えます、このコンボは。そう。あれこれはもうちょっとマスターしようとしてるなこれは。いい。これはもうできました。練習します。すごい。ドグラ先生ありがとうございました。ありがとうありがとうございました。そろそろ閉店のお時間になってまいりました。じゃあ今日の感想を聞いていきましょうか。まずは数の子さんいかがでしたか？大内さんとあんまりその住んでる場所が関西と関東でうん遠いんで、あんまりそういう格ゲームの内容以外の話もしたのもほとんど初めてだったんで、はい、楽しかったですね。そしてご一さんお願いします。ドラゴンボールファイターズをお三方もそうですし、視聴者の方にも見ていただけて少しでも面白さが伝わったのであれば、僕はすごい嬉しいなと思いました。ということで本日のお客様は、和信さんとご一さんでした。ありがとうございました。次回はチクリン選手、ノビ選手、ダブル選手の3人をお迎えして鉄拳ワールドツアーファイナル凱旋スペシャル。